皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶえていくチャンネルです。今回はいよいよついに10thアニバーサリーツアーファイナルの横浜アリーナのお給仕についてのレポートとなります。ただお給仕の内容については配信や映像作品として出ますので触れない形になります。ですので主にお給仕前後の模様や感想なんかのレポートにしたいと思います。まず最初にこの動画を作っているのはお給仕翌日なのですが、余韻がすごすぎて昨日の夜から興奮が収まらない感じです。感動と感謝と10thアニバーサリーツアーが終わってしまったという一抹の寂しさが混ざり合って、言葉では言い表せない感情になっています。こんなの何十年も生きてきて初めての感覚です。多分この感覚では仕事にならない感じなので、休みを取ってよかったと思いましたね。と、お給仕の感想は後ほどにしたいと思いますので、レポートというか、いつもの感じに戻りたいと思います。前回お給仕の名古屋ダイヤモンドホールから約1ヶ月、いよいよ横浜アリーナの日になりました。私は当日移動にしたのですが、前日入りの方もたくさんおられましたし、海外のご主人様お嬢様は1週間前ぐらいから来られている方も多かったですね。今回会場の横浜アリーナは新横浜にあるわけですが、昔よく出張で多摩センターに行ってたことがありましたので、通過駅として何度も訪れた場所です。でも横浜アリーナは前まで見学に来たことはありましたが、入るのは初めてです。その出張を思い出しながら新幹線で新大阪を出発します。この日は富士山が綺麗に見えて、新幹線のアナウンスもされてました。それで11時前に新横浜駅到着です。まずはご飯を食べようと、あーちゃんおすすめの新横浜ラーメン博物館に向かいます。利尻ラーメンミラクというところにしましたが、時間が早かったせいか30分待ちくらいでしたので並びました。並んでたらどんどん後ろに列ができましたのでラッキーでした。で、焼き醤油スペシャルをいただきましたが、ネギととろろ昆布が良かったですね。美味しかったです。で、そのまま横浜アリーナに向かおうとしましたが、ヤフーの雨雲レーダーでも雨降ってないことになってるのに、小雨ではありましたが、しっかり雨降ってました。サイちゃん恐るべしです。で、晩目傘を差しながら、ちょうど物販開始の12時少し前に着いたのですが、もうすでに400人ぐらい並んでます。やっぱりこれまでのライブハウスのお給仕とは桁が違います。並んでる途中にそうそうたる方々からのフラワースタンドが並んでました。なんか嬉しい感じですね。私が通過した後に YOSHIKI さんのも追加されてたようです。で、約2時間ほど並んでいつものようにご当地 T シャツとくじ10枚購入です。なんでもご当地 T シャツは途中で売り切れたようですね。運営さんの読みが甘かったようです。で、くじは缶バッジ5とステッカー5で通常運転でした。この日の当たりくじにはメンバーの私物もあったようで、お名手会では有名人のトツさんが当たったとか、羨ましい限りです。それで物販終わりで会場前に出て、毎週金曜日にバンドメイドを語ろうという YouTube ライブをやられているドラ息子さんとそのリスナーさんとご挨拶させていただきました。で、15時になったのでホテルにチェックインしに行きます。いつも新幹線から見ていた新横浜プリンスホテルに初めて泊まります。チェックイン待ちの時に声をかけていただいたご主人様は秋田から来られてると言われてました。やっぱり全国から集まってきてるんだなと思いましたね。で、チェックインしてご当地 T シャツに着替えたりするのに思ったより時間がかかってしまい、集合写真に間に合いませんでした。残念です。しかしさすがに全国からご主人様お嬢様が集結しているわけですのですごい景色です。海外からのご主人様お嬢様もこれまでとは比べ物にならないくらい来られてましたね。で、いよいよ入場待ちとなるわけですが、もう列なんかはなくて、整然となだれ込んでいく感じです。私の席はアリーナ C の4列84番とかなりステージから遠い場所でしたが、ブロックの端でしたので、ステージはよく見える感じでした。横浜アリーナはライブ中は撮影禁止となってましたが、それまでは撮影 OK と解釈しましたので、私の席からはこんな感じでした。ステージ前に花道があり、それを取り囲む席がどうやら SS 席のようです。SS 席は機会あるごとにチャレンジしましたが足りませんでした。羨ましいです。さすがに横浜アリーナは広いわけですが、だんだん1階アリーナ席が埋まっていき、振り返ると2階アリーナも埋まってきて、いよいよ始まるのかという高揚感が半端なく押し寄せてきます。定刻の17時を少し過ぎて、ステージのディスプレイにこれまでのお給仕の日付と場所が流れます。
ついに10thアニバーサリーツアーファイナルの横浜アリーナのお給仕が始まります。お給仕が終わりました。言葉が出ません。33曲 MC5 回、本当にあっという間の3時間45分でした。途中さえちゃんに今くらいは座ったらって言われたところ以外は立ちっぱなし、体動かして腕振り上げて叫びっぱなしでしたが、なぜか疲れはありませんでした。アドレナリン出過ぎだったのかもです。新衣装、スリルからシャンブルズへの新旧楽曲の対比、あーちゃんの後ろのステージでのミンチョとミサさんのギターバトル、小鳩さんのリズムギターソロで始まるインフルエンサー、あーちゃんのランウェイモデル歩きと走って帰るところ、これまでの写真をバックに歌うアバウタース、アリーナの回廊を回ってくれる神演出、ミンチョのみんなギター持ってないと緊張するよね、ミンチョのアコギでサイちゃんが歌う形でディファレントとアネモネ、まさかのサイちゃんのピアノ弾き語り、小鳩さんの手紙とそれを後ろのステージで聴くメンバー、そこからのおまじないタイム、圧巻のあーちゃんのドラムソロからブラックホールという鬼畜つなぎ、ミサさんのベースソロからダイス、フェイトでのミンチョとミサさんの花道でのギターバトル、あーちゃんのでかい地声、10年前の映像と最古のおまじないタイム映像、ビジネスバトというパワーワード、ベイドラからのノーゴッド、1曲だけの撮影開放、10thアニバーサリーツアー唯一のメイドインジャパンから選曲のフォワードから、最後この日のために作ったエンドレスストーリーの大合唱、最後の最後は5人で手をつないで涙ぐんでの挨拶。お給仕の内容は盛りだくさんすぎて語りきれません。とにかく何もかもが素晴らしかったですし、笑いましたし泣きましたし感動しました。本当にすごいバンドです。お名手になってよかったと心から思いました。最後は大声で心からありがとうって叫びました。ライブハウスでのお給仕はお手の物という感じでしたが、横浜アリーナという大ホールでもその才能とエンタメ性とホスピタリティを遺憾なく発揮してくれました。これでついに10thアニバーサリーツアーは終わりました。熊本のお給仕から始まったツアーで信じられないことに74曲演奏されました。とんでもないことですよね。私は神戸からの参戦で14会場帰宅できましたが、長かったような短かったような複雑な感覚です。でもお給仕終わりに新章の発表もあり、新たな気分にもなれましたので、まだまだ沼は深いと思っています。お給仕終わりで興奮冷めやらない中、来年のお給仕の抽選が始まっていると知り、慌てつつ間違えないように抽選申し込みもしました。いや、どこまでもついていきたいですね。後で X のポスト見てると、ラブバイツのあさみさん、ハルピーさん、みどりさんが来られてたようですね。しかも普通のアリーナ席だったようです。こういうのいいですね。で、いつもはなぜかさえちゃんのポストだけ紹介してますが、今回はファイナルということで全員紹介しますと、さえちゃんは正直なところなんて言ったらいいか全然わからない状態。とにかくありがとうが溢れ出てくるばかりです。人生でこんな経験ができると思ってなかったし、信じられないくらい素晴らしい空間だった。でも欲が出るもんで、もっともっとやりたいって、もっと頑張って届けるって思ったでしたね。小鳩さんは、昨日はありがとうございましたぽ。最長のお給仕時間、最大数の曲数に皆様びっくりしたことでしょうぽ。でも楽しくて小鳩は早く感じたぽ。皆様は楽しんでくれたぽ。バンドメイドの初アリーナお給仕はいかがでしたぽ。感想たくさん待ってるぽでした。ミンチョはツアーファイナル横浜アリーナ長時間ありがとうございました。いろいろ思い出して涙が出ちゃった。10年間大変なこともたくさんあったけど、このメンバーだったから頑張れました。これからもみんなで楽しく元気、バンドメイドをやっていきます。たくさんの人を笑顔にできるように、また頑張ります。ありがとうでした。ミサさんは横浜アリーナありがとう、燃え尽きた、バンドメイド新章開幕です。よろしく。感想のコメントを私はつまみにしたいと思いますので、今からたくさんのコメント待ってるよでした。で、最後あーちゃんは、ツアーファイナル横浜アリーナありがとうございました。10周年ツアー完走したぞ。本当に感動しちゃった。胸いっぱい。ご主人様お嬢様のおかげでここまで来れたよ。いつもありがとう。バンドメイドが大好きです。11年目もよろしくお願いします。でしたね。みんなの特徴がよく出てると思います。しかし、こんなすごいバンドと同じ時代に生きていられることがとてつもなくラッキーなことだと思いますし、本当に嬉しいです。
まだまだ前へ走っていくバンドメイドをこれからもずっと追いかけていきたいと思っています。今回は以上です。それではまた次回。